ペリカンにロックオンされた男性。食事中にくちばしの袋を頭にすっぽりかぶせられる。このペリカンは中国重慶市の動物園の悠々さん6歳だそうで、男性は動物園のスタッフだそうだ。帽子みたいになっとるやんけ。仲良しやんか。漫才みたい。普段からこんな感じなんだろうな。ペリカン vs 猫、白昼の戦い。ペリカンはお荷物を運んでくれるだけじゃないわけで、翼竜の末裔という異名を持つほどの好戦的な荒くれモンスターでもあるわけなんだ。そんなペリカンと対峙しちゃった一匹の猫、さて両者の戦いはいかに。ペリカン強いよ。危機感の薄いやつだ。鳩や猫は喉越し悪すぎるだろう。日通とヤマト運輸に見せたい動画だ。ただ猫が噛まれて逃げ出しただけじゃん。猫はともかく鳩は危機感想像力なさすぎだろ。仲間が食われてるのに近く別ペリカンの横を平気で歩いてるし。瀕死の状態でレストランの店主に助けられたペリカンの恩返し。本人ならぬ本庁が自発的に来てるならこのままでいいな。自然には戻れなくなるかもしれないが、状況が状況だからしょうがない。できることならいつまでも幸せに。アリさんもオマールさんも素晴らしい人だね。帯はこの人たちに保護されて幸運だ。いじめるのも人間、助けるのも人間。人に懐くと言ったらカッタくん思い出すな。足音ペタペタでスリッパ感ある。ペッタ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 恐怖。ペリカンは結構自己主張が強い。わら。現世の恐竜かと思ったらペリカンのヒナだった。ふむふむ、これの当社比10倍増しくらいなのが、かつての恐竜ね。と思わず納得したくなるほどには恐竜じみていた褐色ペリカンのヒナたち。撫でてみたい。恐竜の末裔、褐色ペリカンのヒナにショック。聞こえないはずのジュラシックパークのテーマが脳内再生されるわ。もう全くないのか。寒そうだが暑いところで育つ子なのかな。プテラノドン。桃色ペリカン科の子供は可愛いよ。やはり恐竜の子孫なんだな。てかペリカンって、かなりでかいしいかついよ。やめて差し上げなさい。他の動物を食べようとするペリカンのいる風景。子供は笑っちゃった。ただ遊んでほしいのかもしれないね。遺伝子は違うけど機能的にプテラノドンに似てそう。ペリカン、悪いやつやな。こいつら恐れを知らんな。むっちゃ可愛いわら。可愛さと怖さの奇妙な同居。なんでも口に入れようって人族の赤子みたいだね。なんか召喚されてる？ペリカンのあくびが想像以上にホラーだった。これあくびなの？なんか中から盛り上がってきてびっくりしたけど首の部分が薄い顎の皮膚越しにそう見えただけねわら。クルペッコ。何このクリーチャー。自分の二重顎も結構ダブついているけど使い道ないし、裏返ったりせんし。これ、破れて穴が開いたらどうなるんだろう？自然治癒するのかな？釣られてあくび出た。ダイナミックあくび。最後にビヨーンと空に向かって伸ばすアピールすごい。さて今日も子供にトラウマ作ってやるか。ペリカン番長、遊歩道を巡回中。のし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 。練り歩き番長。妙に貫禄のある歩き方で笑った。へへへ、ホモサピどもが。ちょっと脅かしたら慌てて逃げやがる。まさに、ペリカンロード。昔の不良みたいな歩き方だな。恐竜の子孫は伊達じゃない。チンピラそのものだな。チンピラみたいな歩き方で笑った。飛び方を知らないペリカンが大空を飛ぶ日。孤児のペリカンと人間の愛情物語。
タンザニーカ湖のほとりにある野生動物キャンプで突然、桃色ペリカンが水の中から現れ、よたよた歩み寄ってきた。その姿はかなり大きく見えたが、よくよく調べてみるとわずか3ヶ月のヒナであり、怪我をしていることが判明。キャンプのスタッフはヒナを連れ帰って、手当てをすることにした。数週間後、すっかり具合が良くなったペリカンだが、一向にキャンプから離れようとしなかった。どうやら飛べないらしいこのペリカンに手本を見せるべくスタッフが手を懸命に羽ばたかせながら、ビーチを走り回る姿を見せつける日々が始まった。それから数週間後、ついにコツをつかんだようだ。スタッフを真似て翼をばたつかせると、ついに体を宙に浮かせることができたのだ。すごいな、これが飛んでる感覚なのか。で、スタッフはいつ飛べるようになるの？人間も飛べたらいいのにな。ペリカンまたしても、ロンドンの公園で鳩を丸飲み。イギリス、ロンドンのセントジェームズパークの湖のほとりにて、1羽の鳩を丸ごと平らげるという捕食ショーを、公園に来ている人間たちの前で披露したのだそうだ。ペリカンに幼稚園ぐらいの男の子が頭をハム、と加えられていたのを見たけど、顔半分以上口の中に入ってた。周りはみんな笑っていた。なんであの光景を見て笑えるんだろう。俺だったら体力温存のためにあえて早めに飲み込まれ、胃に到達した瞬間に大暴れして脱出する。この方法でペリカンはもちろんクジラにも勝てる。バンババンのお父さんですか？翼竜の末裔じゃないだろ。丸飲み怖え。ポケモンのペリッパーを思い出した。飲み込んでる時の目、マジでキモいな。阿鼻教官。大学の卒業式に2羽のペリカンが乱入。映画ヒッチコックさながらの騒ぎに。アメリカカリフォルニア州のペパーダイン大学の卒業式でまさかの乱入騒ぎがあったようだ。野外で行われていた卒業式に上空から2羽のペリカンが父母席に突入。思わぬ珍客に会場はどよめき立ったようだ。このペリカンなかなか度胸が座ってる。ペリカンさん一生忘れられない卒業式にしてやったぜ。縁起物なのか。よかったね鳥って時々ありえん場所に降りたい気分になるようだ。庭で飛んできてる室外かな？なんで留年なんだよ卒業させてくれ。ちょっとやめなよ。テンション高すぎだろ。おじさん、お魚ちょうだい。ガラパゴスの魚市場は優しい無法地帯だった。童話の世界すぎる。ネズミの国よりよっぽどアニメに近いよね。まるで店員かのように自然にカウンター内に入っていくスタイル。なんて優しい世界なんだ。ぜひ行ってみたいな。床に転がってるやつは食べないんだな。サイズの問題か？観光客、優しい世界。おじさん、イケスだ。気のせいかな。最後は鹿ではなくてペリカンが魚食った気がする。みんな仲良くて何より。白いモフモフ毛玉と思ったらヒナ。保護したところ驚くべき会長に進化。ケサランパサランやな。見ただけで幸せになっちゃった。ヒナの時白いモフモフで大人になったら眼光鋭いイケメンバードになるなんて一粒で二度美味しいやつやん。ケサランパサランみたいなヒナも可愛いけど成長もすごく可愛い。耳掃除の道具だと思ってた。容体も生態もファンタジー感あふれる生き物だな。生まれた時から植物の綿毛に擬態してるのか。ふわふわに口がついてる。手のひらに乗せてふんわり優しく包みたい。実はこの白い毛玉、オーストラリアガマグチヨタカのヒナだったのだ。キューピッドは鳥。オウムが運んできたプロポーズのメモを見た女性が感激の涙。外人の感受性はわからん。
こういうサプライズプロポーズの動画を見るたびに、この人たちが生涯仲睦まじく添い遂げる確率ってどれくらいか知りたくなってしまう。いろんなサプライズプロポーズがあるけど、いつ見てもいいわ。お幸せに。ここは後先考えずに二人の幸せを祈ろう。オウムかわいいね現実逃避。幸せそうでいいな。別に、嫉妬しているわけじゃないぞ。後ろの席の女の子たちの表情がいいね。結果良かったんだしまあいいじゃないか。飼育員さんのことが大好きなペリカン。とことこでかわよ。待ってって感じでかわいい。いや、でも隣並ぶとでけえよ。なお、ババアには容赦ない模様。怖い。ワイなら泣いちゃう。絶対勝てない。不用意にペリカンに触った男性、襲われる。野生動物触ったらダメ。絶対。魚の食べ方が下手すぎるペリカン。諦めてんじゃねえよ。大物やぞ。鳩よりでかくないやろ、飲めや。ボール遊びを楽しむペリカンさん。食べようとしてね。どうなんやろ。遊んでると思いたい。ペリカンたちの食事風景。多分、魚をつかめてるんだろうけどみんな揃っててシンクロナイズドスイミングみたい。猫に当選簿されたフクロウ。しばらくじっと待つも実力行使に出る。見た目がそっくりで可愛い。意識しながらガンとしてどかない猫と、何度もこっちを向くフクロウの首の動きに見入ってしまいました。すっげーいけず。機嫌悪い時のパートナーそっくりやんけ。踏んでね。ロボットみたいな首の回転が可愛い。よく見かける小鳥と違って滑らかに動かせるんだな。森の賢者と言われるだけの貫禄があるな。フクロウでか。てか、むしろわざと踏みつけてない？小さな水皿で頑張って水浴びするフラミンゴさん。頑張ってる。賢い。くちゃくちゃ足踏みしてけなげやな。